もう本気で取り返してね、グッと押して、はい、何もしてない状態です。なんか変化があったら言ってください。今ちょっと怖くなりましたけど、すごいです。やっぱすごいです。はい、もう多分カメラから映る僕とコウケ先生ってほとんど動いてないと思うんですけど、相手の両足つかせたままで動けなくして上から切っちゃう、はい、微動だに左右に動かないように、そう、はい、これを切るときは力をいらないです。いらないんですね、はい、力を入れるとこうやって刀と刀がぶつかったらどんどん刃こぼれしますので、刃こぼれさせるところは極力少なくしたいんです。なんかいいですって言われた時はほとんど何も感じない感じなんですね。はい、もうすごいお上手です。はい、この技術を応用していて、刀を抜く、あとはつばぜり合いっていうのがあるんですけど、その時もこの技術を使っていきます。今ちょっとこのやったやつの応用をちょっとお見せしますね。ちょっと受けて、つばぜり合いっていうのがありますよね。はい、でこれも力で相手を倒そうとすると相手も力で反応してくるんで、体力の持つ方が勝つか、筋力の多い方が勝つんですけども、今十文字合わせでやったようにここを取ってしまうんです。はい、でその時に力入れずに脱力するとぐっと今押し合ってます。脱力します。これだけで勝負がつくと。で刀も傷まない。一度ちょっと受けてみてください。受けて押し合います。右足前の方がいいですね。はい。これで僕が、さすがに強い。これがこれがこういう。差を乗せていくと。これもちょっとやってみましょう。さっきのこれと同じことをここでやればいいだけなんで、押さないように、軸は全く揺らさずに、股関節を抜く。肩から先の力を抜く。肩から先の力を抜く。それ抜き方が上に逃げちゃったんですね。力を抜くことによって下に圧力をかけるんです。惜しいです。惜しい。でもその感じです。でもすごいセンスいいです。今相手の刀に負けて自分の刀が流れちゃったんですね。これが微動だにぶれないようにスッと切り下ろしていくと相手が崩れます。今刃筋がぶれてるんです。肘とかこれは動かさずにここでグッと当ててます。大きく息吸ってください。大きく息吐いてください。その時に肩の力も緩めてください。この感じです。そうそしたら力いらないでしょ。なんか接触してた部分が軽く感じるというか、そうです。そうできてます。すごいです。こういう物理的にベクトルの向きを変えるっていうのを刀を使って練習するっていうのが本来の居合じゃないかなと。なんかふわって抜けていくんですね。なんか相手とこうなってる力が。コウケ先生もすごく基礎ができていらっしゃるので、今度今は下に
切り下ろすっていう動きだったんですけど、今度それを上に上げるやつやってみましょうか。多分すぐにできると思います。でどういうふうにするかっていうと今やったのが、切り崩しなんですね。相手とこうした状態で緩んで相手の首を取る、で今度は、その緩みを今度上に変えていきます。遠慮なく押してこういう感じで、相手の小手を触る、一度受けてみて、もう一回見せていただきますけど、今何が起きたか分からないな。かなり小さく動いてます。まず初心者が練習するときにはこの形を変えないままで肩で刀を上げます。グッと押してね、と相手の刀が全て抜けていくと。ただこのやり方ってこの技を知らない素人にはかかるんですよね。もう一回グッと押して、で相手が自分よりも上のものだったりとかバランス崩されたのをすぐに察知する人の場合は取り返していきます。もう遠慮せず取り返して、もう上げた時にもう小手を取られると。でなるべくそれを動きを見せれば見せるほど攻められてしまうので、最終的にはもう小さく緩んでいきます。もう本気で取り返してね、グッと押して、もう相手に絶対に払い手とかさせない、そこまではかなり難しいので、今は合わせてぐっとお互いに中心をし合った状態から、この刀の形変えないように両肩をもっと押して上げていく。まずこれやってみましょうか。これは肩だけです。ダメなのは上げるときに自分から抜こうと動かしてしまうと相手の方が有利になります。つばの位置、切っ先の位置が変わらないように肩だけで上げていく。今できています。多分すぐにマスターされると思います。それ今抜けたんですけど、切られそうですね。まだご自分から抜こうとしてるんです。まだ抜こうとされてますね。一度ぐっと押していきます。僕の中心を押し返すつもりで、もっともっとやってみてです。やっぱりここが中入っちゃってるんです。このまま上に上げる。そうすると相手の体がこっち向いて隙ができます。上手にかかった時には相手の体が回転します。このまま肩でこの動きだけです。自分で抜こうとせずに、今前に押しながら上げちゃってるんです。肩を中心にするとちょっと剣が中に入る動きになるんですね。惜しいです。まだ手を前に伸ばしながら上げちゃってる。これだけ小さく振りかぶるような。ちょっと斜めにして。中に入ってます。そうか。これがこのまま上です。押さない。切っ先が置いてます。難しいな。これか、この形のままで肩で動くと切っ先はやや中に入りながらだります。惜しい。そこでもう少し上まで上げてください。
でもちょっと中に入ってますね。ほらやっぱり抜こうと思って動いちゃってます。このままです。あ、そうはい、そんな感じです。はい。技をかけようと思わないことです。あ、そう、今が一番良かったです。余計なことを考えるから、はい、もう素直に動いていただいたら、はい、今がめちゃくちゃ良かったです。はい、ああ、それ、はい。それ、はい、もう技3つマスターして、ありがとう。さすがです。本当にこんだけ。そうなんですよ。はい。なんか仕掛けてやろうと思うと、こっちに隙ができてしまうので、はい。本当になんかここしか動かさないっていう。そうなんですよ。はい。だけだったらなんかすごくやりやすくなりました。はい。これがもう剣術の基本で、あとはこれをどう組み合わせて技を繰り出すか。でその技を繰り出すまでは刀が鞘に収まってるので、刀を相手に蹴取られずどう抜いていくかっていうのが本来の居合の姿かなと思います。いや確かに押井先生これなかなか動画で伝わらないんだなって言われてたのが分かる気がします。でもやってて、そうですね、そのなんか今のもこうした方がいいのかああした方がいいかなっていうのをやってるうちは全然うまくいかなかったのに、さっき言われたみたいにここをこうするだけって考えたら、そっちの方がよっぽど簡単にできるんですよ。はい、そうです。でも急にあれですね、ここを動かすだけになった瞬間に全然この力がいらなくなるんです。いらないです。はい。一振りの刀を壊すことなく、いかに多くの敵と渡り合えるかっていうのが僕が求めてる居合と剣術のテーマでして、目の前の一人を倒すために一振りの刀潰してたらもう2人3人目って倒せないので、今みたいにとにかく力を抜いていく。ほんで相対性を変えないって僕稽古の時によく言うんですけども、こうせっかく構えてるやつを抜こうと思ってこういった時点でもこれ相対性が変わっちゃってるんですよね。こういうふうにだけ動けば技はいくらでもかかると。でこれができてくると今度はね、中心の取り合いっていうのがありまして、分かりやすくやると、ここから斜めに僕の木刀をこのまま切り下ろして潰してみてください。これもさすがに力が強いんで、筋肉で僕耐えてるんですけど、僕の刀自体はまだここに残っちゃう。すると下手するとこのままやられてしまうわけですね。でここでしっかり持ってください。力で攻めてる間はこうなっちゃう。これも相手の中心軸を取るっていう、表現しかできないんですけど、ここにいながらにして僕がここにいる形を作ります。相手は目視してて僕の体は正面にあると。でも力が発揮するのはこの方向からっていうのを作ってしまうと刀に重さが乗っていくと。これ覚えていただくとっていうか、多分小口先生普段の試合とかでもこういう取り合いってされてると思うので、あとはこの普段手にされない獲物を持ってると思わずに素手でやるイメージでやっていただいたら僕を切り崩すことができるはずです。刀自体は勝手に下に向いていくだけで、手を使ってこうじゃないんです。お、すごいできてる。す
すごいですねやっぱり。でもう一度力任せにやってみてください。だからこう止められますよね。で自分の軸だけ守って、あ、そう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 。すごい教えることほとんどないです。これでいいんですか？はい、それでいい。それであとは相手詰め寄って技かけるとか、今のができればもう相手がこう正眼に構えてるやつは簡単に打ち落とすことができるので、なんかイメージだけなんですよ。これとここっていうのは、そのイメージを持っていただくと、ちょっといいですか、なんか図書書くと専門の方になんか釈迦に説法みたいでお恥ずかしいんですけども、よく中国のカンフー映画で見るみたいなこうちょっとかっこいい感じ、水晶みたいな。でこれで今ちょっと押し気味なので、ここ軸の中心だけ守っててください。でこれで先生は何も反応されなくても、この手が刀と見立てていただいて、もうしっかりと守りができているので、僕がコウケツ先生の顔を殴ろうとしても絶対に横に流れるんですよ。今もちょっと反応されて横にさばいちゃってるんで、ここでじっとしてください。必ず流れますよね。これが今の剣術の理論でいうと、これでもう技が、今僕がコウケツ先生の中心を取りました。で手を伸ばすとまっすぐに入ると。これが剣術の理論で、なんですけど、もう普段絶対試合の時されてると思います。ここに本体あるように見せかけて、違うところからベクトル出してっていうのは、これもすぐに先生できると思います。でこれでそのままゆっくり手を伸ばしていくと必ず滑れる。で今の剣術やったみたいにその場にながらにして1ミリだけこっちに移動したような体を作っていただいて、そのままゆっくり手を伸ばして、そうすると僕の手はあれなので、これをの場合は刀でやっています。手の方が分かりやすかったですがなるほど、確かにでも僕らだからこっちの方が分かりやすいのかな。こっちだとなんかさっきもこっちだと取りましたって言われたら取られてるのが分かるんですけど、やっぱり分かる。そう剣だと分かんないんですよなんですけど、なんかこう手でこうされて今僕取れたんですけどって言われたら取られてるのがすごい分かりました。今もうこれ叩かれたら受けれないじゃんっていうのは。ちょっと失礼ながらいくつか試させてもらっていいですか。同じように、僕今これ何もしてない状態です。なんか変化があったら言ってください。今ちょっとここ怖くなりましたけど、すごいです。やっぱすごいです。今ちょっとここ怖くなりましたけど、すごいです。やっぱすごいです。もう多分カメラから映る僕とコウケツ先生ってほとんど動いてないと思うんですけど、実際ここではすごい戦いがあって、今先生が怖いとおっしゃったっていうことは僕が中心取ってたので、いやすごい。そこカメラだと何やってるかなんか不思議な時間だったんですかね、言われて。これはなんかそういう繊細な動きを稽古してる者同士だからこう分かるというか楽しめるところですよね。なんか伝わらないことですねこのさっきの十文字合わせもやっぱり何年やられててもなかなか感覚が養われるの難しいみたいですし、でも正直今、一番最初のやつをすぐやれって言われたら多分できないなんか隣で言っていただいてこうかなってやってる時だけできるような気がするんですけど、これが要はその抜刀っていうんですかね、抜刀の、基礎になる。基礎にもなりますし、抜刀が終わった後は剣術の世界になるので、剣術の基礎にもなります。だから今の手刀で合わせて中心取った取られたっていう感覚が分かるのであれば、ここでまっすぐ構えて、でさっきみたいに僕がこうちょっと重さを乗せていくやつも、刀を動かさずに、今手でこうして中心を取ったじゃないですか。それを逆にコウケツ先生がやっていただいて。刀を持った瞬間になんかイメージがあるんですけど、本当に刃の向きが相手から見て分かるぐらいこう動くんじゃなくて、本当に内臓筋だけで刃の向きを変えるような感じで
多分先生すぐできると思います。いいですか？いいです。あ、できてます。はい。もうすごいしっかりと守りができてたので、次、はい、適当なタイミングで攻めていきますから、中心取り返してください。あ、今手ですか？じゃあ、そうか。もう構えてるだけで、はい、いけるはずです。今ちょっとこっちに押しちゃってるんですね。はい、中心だけ守って、できてます。はい。それをまだここがちょっとぶらされるので、微動だに動かないぐらいこの軸で取っていただいたら、もう先生だったらすぐ刀も使いこなせると思います。今思わずグッて力入れちゃうんですよね。じゃああれですかね、とりあえずこれがバットをするための身体操作の基本になってくるって感じなんですかね。はい、これができない間はどんだけ居合の方を稽古しようが剣術の方を稽古しようがもう無駄な時間になってしまいます。もう本当にこの基礎が一番大事ですね。ありがとうございます。いやもう正直、2本目で聞こうと思ってたところが聞けた気がするので、ちょっと時間的にも多分僕のチャンネル2本に分けるんですけど、じゃあとりあえずこれが町井先生が、持つ居合の技を教わろうとしたら一番最初に習うべき基礎中の基礎っていう形でよろしかったですか？はい、ありがとうございます。いや実は本当は2本目の企画で町井先生に弟子入りしたら一番最初に、僕のことを弟子だと思って一番最初の基礎から仕込んでくださいっていうお願いをしようと思ったんですけど1本目でいただけたのでありがとうございます。ありがとうございます。これ刃がついてない普通の練習用のモデルです。当然カッターナイフみたいに刃はついてないので、普通に振ると紙は切れないんですけども、刀に重さを乗せていくっていうことができるようになると、っていう風に刃物に変わるわけです。そのまま型だけストン。ごめんなさい、破れちゃう。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。ですね、今回僕大阪の日本橋西のところに来てるんですが、ちょっとせっかくなんで場所の説明とか、道場のどんなことが体験できるよって言っていただいたら多分来たい方いると思うんで、ぜひぜひ。最寄りは南海難波駅が一番最寄りになります。あとは日本橋駅とか地下鉄の難波駅、徒歩5分ぐらいですかね。居合とか剣術、今通われている道場で教わってることにちょっと疑問を感じたりとか、こういうことができるようになりたいんだけどどこをどう練習したらいいですかっていうご質問に、この場所でお答えさせていただいてます。試し切りの仕方、試し切りも本当は必要ないんですけども、たしなみとしてされたいっていう方にも指導しております。東進大阪で検索していただければ詳しい場所も出るかと思います。はい、ぜひ悩んでいらっしゃる方訪ねてきてください。お待ちしてます。あれですね、正直居合をやったことない方でも大丈夫？全然そういう方の方が伸びます。変に居合やってましたっていう方は癖を取るまでに時間がかかってしまうので。なんならあれですね、僕らみたいに実はフルコンタクト空手家って難波駅ってものすごい親しみがあるとか、しょっちゅう全日本大会の時に来てる駅なんで、すごい馴染みの駅の近くだったんですけど、ぜひフルコンタクト空手家とかでもちょっと居合興味あるなっていう方よかったら、調べてみてください。ではちょっと締めます。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからの空手家コースと一緒に強くなりましょう。ありがとうございます。試合に出る以上相手が前に出てきた際に起こる接近戦は完全に避けることはできません。そこで今回は僕が苦手だった接近戦を克服し、最終的には接近戦が得意ですと言えるようになったベースの技術でもある、相手が前に圧をかけてきたことで起こる接近戦でも強いパンチを打つ方法をお届けしたいと思います。